今回はスーパーファミコンの RPG 特集です。ウプ主は昔から RPG 大好きさんでして、そんなのあった缶の棚にはスーパーファミコンのゲームが約240本ほど並んでますが、その中でも RPG だけを数えてみたら114本が RPG でした。かなりの数の RPG 三昧な気がしますが、この頃はちゃんとクリアまで遊んでたタイトルは多いのだ。他のハードでも RPG はたくさんあるのですが、そんなのあった缶の所持比率的にはスーパーファミコンが一番多いかもしれません。スーパーファミコン時代はまだまだ RPG ブーム全盛期だったのもあるかもですね。日本ではドラクエと FF が大ヒット以降、 RPG がとにかく売れるという状況があったのだ。ということで、そんなのあった缶にあるたくさんの RPG から何本かチョイスしてご紹介してきます。今回の動画はズンコ、キリタン、ズンダモンでお送りします。そんなのあった缶メンバーシップでは限定動画や先行動画が楽しめます。ご興味ある方は応援よろしくお願いします。最初はメジャーなものから参ります。ドラクエや FF と並ぶトップクラスの RPG シリーズの一つとなっていくテイルズシリーズの記念すべき第1弾、テイルズ・オブ・ファンタジアです。テイルズといえばこれという感じのが背景にかけているこのオープニングです。なんとスーパーファミコンでボイスと歌、これは衝撃的だったのだ。とはいえ、テイルズ・オブ・ファンタジアが発売されたのが1995年の12月で、すでに PC エンジンの CD ロムロムが発売されて6年、さらにプレステ1やサターンが発売されて1年といった時期で、ボイスや歌が入ってるゲーム自体は珍しくはなくなっていたとは思いますが、スーパーファミコンはカセットロムですので、歌やボイスを入れるのはなかなか無理があるハードではあります。ちなみに当時の CD ロムは 650MB、 テイルズ・オブ・ファンタジアのロムカセットのサイズはスーパーファミコンとしては最大のロムサイズ 48MB でした。650メガと48メガだと CD ロムの約13分の1。ふむ、確かに小さいのだ。違いますよ。スーパーファミコンのロムカセットはビットです。ほへん。ビットは8ビットで1バイトなので 48MB は6MB よ。 CD ロムの108分の1、ちっちゃなのです。そんな状態ですので、普通であればロムカセットにボイスや歌なんてとても入るものではありません。でも圧縮データの処理などなど、そこのチャレンジをしたテイルズ・オブ・ファンタジアは衝撃的でしたね。何はともあれいい歌だったのだ。お話も悪くないし、キャラもいいし、バトルも面白いわけでシリーズ化も納得です。それにテイルズシリーズはちゃんと JRPG の面白さを忘れないのがいいところだと思ってたりします。ウプ主はアクションに傾倒しすぎたりして本来の JRPG の楽しさを無視してる作品より、ペルソナとか女神転生はもちろん、テイルズやアトリエとか遊んでると RPG ってこれだよねと安心するタイプの人間です。それもあってか、テイルズシリーズはこのファンタジアから毎度大抵クリアまでしっかり遊んでるのだ。ウプ主はコマンド RPG の方が大好物というか、アクションはアクションゲームの楽しさ、 RPG は RPG の楽しさがあると思ってて、混ぜればいいってものでもないとは思ってますが、テイルズシリーズのバトルのアクション感はオート、セミオート、マニュアルプレイそれぞれ含めてすごくバランスが良く、アクション RPG のような面倒さや難しさがなく、コマンド RPG 的な思考でも遊べるのが良いと思います。テイルズシリーズは現在も人気をキープしつつ出続けており、通常のナンバリングにあたるマザーシップタイトルが17作品、スピンオフやクロスオーバー、スマホタイトルなどは大量に出ており数知れず。そんなビッグタイトルになったテイルズの最初の作品、テイルズ・オブ・ファンタジア、駿河屋中古価格3198円で売れたタイトルなので、あまりプレミア化はしておらず、今でもお買いやすい値段になっているのだ。またテイルズ・オブ・ファンタジアは何度か他ハードに移植されています。ちょっと PSP のオープニング久しぶりに見てみましょう。
と思いましたが、PSP 版の方は曲 NG のようでしたのでスキップします。この PSP 版のテイルズ・オブ・ファンタジアですが、フルボイスエディションとなっていて、メインストーリーがフルボイスになっていて、先ほど見たオープニングのようにムービーも追加され、戦闘時のキャラの頭身も上がり、グラフィックも綺麗になどなどのパワーアップをしています。さらにファンタジアの続編にもあたるなりきりダンジョンのパワーアップ版なりきりダンジョン X にはテイルズ・オブ・ファンタジアのクロスエディションがついており、フルボイスエディションに追加要素が入ったものが遊べるという。意外にも PSP で最終形態がこっそり出てたりしたのだ。テイルズ・オブ・ファンタジアフルボイスエディション PSP 駿河屋中古価格1540円で、テイルズ・オブ・ファンタジアなりきりダンジョン X PSP 駿河屋中古価格1380円です。一番完成度が高くて2本のゲームが遊べるなりきりダンジョン X が一番安いというか、1380円は今でも買いだと思います。お次はさらにメジャータイトルファイナルファンタジー4のちょっと変わったものたちをご紹介。ファイナルファンタジー4イージータイプです。1991年7月、スーパーファミコンの FF としては1本目となるファイナルファンタジー4が出ました。ファミコンからスーパーファミコンになってグラフィックが綺麗になり、ストーリー性も一気に高くなった4は日本国内で140万本以上の大ヒットを飛ばし、発売3ヶ月後に地図や攻略本をセットにして魔法の名前をシンプルにしてバグ修正してバトルバランスも調整したイージー版が発売されたのだ。ファミコン当時から FF を遊んでいた人としてはイージー版を作らないとならないような難易度ではなかったように思いましたが、もともとは海外では FF シリーズは2作目だったので、ファイナルファンタジー2としてローカライズと一緒に FF 慣れしてない外国人向けにバトルバランスを落としたものを逆移植したということもあるようです。昔は日本と海外の同発というのはほとんどなかったので、日本語版が出てから海外版を作るみたいな状況で、マスターまでになんかいじっちゃおうってことはままありましたね。同発が当たり前になってからはなかなかきつかったですね。大手のゲーム会社だと日本版を作りながら少ない時でも並行してイーフィグス、反対字、簡体字とか7つ8つ同時に作るのでなかなか大変です。グプ主はシナリオ、テキスト周りを見ることが多かったからってこともあるのだ。倫理、法務対応も国ごとに若干違うから個別対応になることもあるのよね。ちなみに近年は中国では審査が通らないので中国版は作らなくなったのだ。でもどの大手も反対字簡体字の翻訳はやめてないわけですが、理由は簡単で、言語対応して Steam などに置いとくと市場に載せなくても VPN 通して皆さん買ってくれるからですね。といけない、 FF4 とは全く関係ない話になってしまいました。缶は9大。ファイナルファンタジー4の無印の駿河屋中古価格は箱説付きの備品でも3080円と大ヒットしたゲームなので今でもお安く買えますが、こちらのイージータイプは出荷本数が少ないのか現在2万1000円と大きくプレミアついてしまってるのだ。さて、そんな FF4 ですが、何度もいろいろな機種に移植されており、その中には正当続編やフル 3D リメイクなどもあったりするので、そちらも軽くご紹介していきます。まずは2007年に発売された DS 版のファイナルファンタジー4ですが、こちらは DS でありながらフル 3D のリメイクで一部カットシーンなどにボイスもついてたりします。オープニングもビデームービーが追加されてるのでじっくり見ようかと思いましたが、諸事情でスキップします。発売された当初は個人的にはこのムービーよりもイベントシーンにボイスがついたのにびっくりしました。キャストもカインが山寺宏一さん、エッジが石丸ひろやさん、ギルバートが堀川亮さん、パロムポロムが釘宮理恵さん、シドが永井一郎さんにスースーヤが銀河万丈さん、ゴルベーザが加賀武さんだったりとめちゃくちゃ豪華です。
なんとなくですが、セシルが舞台役者のほどしましずまさんだったりと、プロデューサーの浅野さんというよりも、ディレクターの時田さんの趣味な感じがします。この頃はアニメ界の大物だったあのカナダパースで有名なカナダヨシノリさんがスクエニにいたので、こちらの FF4 にも参加していたのだ。さすがに DS の 3D ではあのパースはあまり出てきませんでしたが、 FF4 のディレクターの時田さんが同じくディレクターしている半熟ヒーロー 3D のオープニングがカナダ節全開なので、見たことない方はぜひ見てみてください。ウプ主はカナダさんとはあまりお仕事一緒にできませんでしたが、カナダさんが管理していたチームのコンテマンを私が勝手に自身がディレクターをしてたとあるプロジェクトを手伝ってもらった時に、何勝手してんだと叱られたなんてエピソードが、私の世代だと神クラスのカナダさんに怒られてしまったとショッキングな経験でした。すみません。缶は9台。こちらの DS 版の FF4 はちょっともっさりしてるところがたまに傷ですが、かなり気合が入った 3D 配色をしています。ただゆるりとしたテンポ感や FF4 は 2D でいいんだよ的なところからか、というかそもそもコンシューマーではナンバリングの FF12 のビレーグラが出た後の作品だったりで、このグラフィックで出すにはなかなかのチャレンジだったと思いますが、そんなこんなか FF3 の 3D リメイクほどは話題にならず、現在でも駿河屋中古価格950円となっています。需要と供給のバランスが悪そうな値段ですが、950円ならめちゃくちゃお買い得なので遊んで良いタイトルだと思うのだ。さて DS 版から4年経った2011年、ナンバリングは FF14 のリバースによるテこ入れなどが話題になっていた時に PSP 版でファイナルファンタジー4コンプリートコレクションが発売されます。 3DS のリメイクからは一変して 2D をきれいに描き直したリマスター作品となっていて、目玉としてモバゲーなどで展開していた FF4 の正当続編のファイナルファンタジー4 G アフター月の期間のフルリマスターが収録。さらに FF4 と G アフターの空白をつなぐファイナルファンタジー4インタールードも収録されていると、かなり豪華な内容になっていました。 FF4 のファンは必見なのだ。ちなみにこの G アフターは2年後にスマホ向けに 3D リメイクされています。そっちも収録したバージョンをぜひ出してほしかったのだ。こちらのファイナルファンタジー4コンプリートコレクションは駿河屋中古価格2240円と DS 版ほどお安くありませんが、無印のスーパーファミコン版より安かったりと、特に G アフターに興味がある方にはおすすめのタイトルです。ここからは前2本と比べるとマイナーな作品になっていきますが、まずはホット B 最後の作品バズー魔法世界のご紹介です。タイトルからして明るいゲームかと思いきや、中身は意外と硬派な中世王道ファンタジー RPG になっています。とにかくパッケージの山田明宏さんの絵が素晴らしいのだ。ほんとよね。それにちゃんとゲーム中も山田さんの絵が顔グラで出てきて、パッケージのイメージをちゃんとゲーム内でも引き継いでくれてるのがすごく良いポイントです。ストーリーもこの時代にしてはテンポ感よく、やめ時が難しいくらい次が気になるシナリオが良いんです。でもバトルがきついです。意外と長引きますし、システムがお互いの距離の概念とかあってチャレンジを感じるシステムなんですが、バランスがきつい。最初の街にたどり着くまでに主人公を生かしておくのが難しいレベルで、銀融詩人が先手を取って突っ込んでいってくれないときはまあ死ぬのだ。死亡時はドラクエよろしく教会で生き返らせてもらえるのですが、結構高いのでゲーム序盤は厳しいんですが、実はお金が足りなくても助けてくれるという慈悲ある教会だったりします。そんなフォローはありますが、状態異常もバトル後も引き継ぎだったりとか、何かと難易度高めの RPG バランスなのだ。ただレベルを上げてじっくり進めばきつくなくなっていったりするので、そういうバランスのゲームだとなれれば気にならなくなります。という感じのバズー
魔法世界駿河屋中古価格21,800円です。今日紹介しているのはほとんど当時ものですが、ここらのスーパーファミコンの RPG は結構高くなってるものが多いですね。お次はさらにマイナーな一本、アスミック発売の世界観も独特な SF ファンタジー RPG レナス古代機械の記憶です。開発はコビアシステム。すみません、よく知りませんでした。調べてみると持っているゲームがありますね。キューティー鈴木のリングサイドエンジェルを開発してますね。他にはサターン版のホーマハンターライムの移植もやってるようです。で、このレナスですね。こちらのレナス古代機械の記憶ですが、発売は1992年。たくさんの RPG が出ていた時期だったので、微妙にうずもれてしまった感がありますが、かなり独特な世界観にパステル調のグラフィックなど、良いも悪いも心に残る個性を持っています。プレイ感も個性があり、通常の RPG の A で決定、B でキャンセルなどではなく、方向キーが選択肢になっており、バトル中なども方向キーでコマンドをサクサクと選んでいく感じなのだ。また MP がなく魔法は HP を使用するとか、ストーリー重視の作りながらも基本的にはフリーパーティー制だったりと、いろいろとチャレンジ感があり、ゲーム制作者の個性や気概を感じます。ストーリーは比較的地味な感じで、派手でドラマティックなシーンもあまりないのですが、話自体が明るいものではないため、その地味な感じがパステル調の画面と相まってじわじわーっと心に来るようなものになってると思います。お話的にはオリジナルの単語も多いし、話が長かったり意外と難しいところがあったりするのですが、読むの面倒だなと斜め読みをしてると、突然会話の最後に3択クイズが出てきて、話してた内容を理解してないと先に進めないなど、意地悪というかちゃんと読むことを強要されたりもするので、ながら遊びには若干の注意が必要です。バトルバランスはレベルにあまりこだわらなくても進めそうでありつつ、意外とシビアな側面も多く、シナリオともどもクリアまで心を強く持つ必要があるのだ。とにもかくにもなんかいろいろととっつきにくさがあり、ちょっとマニアックなゲームになっているかとも思います。そんなレナス古代機械の記憶の駿河屋中古価格は4,350円となっています。あれ、この値段の落ち着き方を見るとマイナーではないのかもしれませんが、需要と供給が低いところで落ち着いているのかもしれないのだ。そういえば2もさくりさらりと発売されてましたね。確か2の中古価格は1作目とは全然違い、次の紹介に続くのだ。というところで、お次はその2に行きましょう。レナス2封印の使徒のご紹介です。こちらは開発がアスカ 120% などでおなじみのフィルインカフェに移りましたが、プロデューサーやシナリオ兼ディレクターの方や音楽の田中康平さんは続投となっており、グラフィックや音楽の雰囲気はそのまま、システムもベースは一緒で、しっかりとしたガチの続編になっています。ただ、レナス2からでも遊べるようにとチュートリアル的な説明も B ダッシュからしていたり、お話も一作目が関係ないように世界観の説明から丁寧に始まって進んでいきます。とはいえ、進めていくというような一作目をやった人がおーっと思う構成にはなっており、やっぱり一作目を遊んでた方が楽しめるものにはなっています。ボリュームもだいぶ増しており、前回1つだった世界が今回は3つあったり、傭兵システムでパーティーの自由度がさらに高くなっていたり、倒した精霊を取得する精霊狩りシステムやレースなどのミニゲームもあったりと、遊び応えが増しています。ストーリーは相変わらず地味めではありますが、一作目より予想できない展開で、続きが気になって進めていくうちに相変わらずじわじわーっと重くのしかかってきます。ちなみにシナリオの柴尾秀則さんはレナス2の後はプレステのレガイア伝説を作っているのですが、
レナス2と世界観やキャラに共通する部分があり、実質続編みたいなつながりがあるらしいのだ。さらにバトルも雰囲気は1作目と同じ感じなものの、適当にやってるとまるで勝てないボスが多く、結構システムを理解してしっかり攻略が必要だったりと、そっちでもやりごたえを出してたりしています。そんなレナス2封印の使徒ですが、販売本数1万本程度と思ったほど売れず、スーパーファミコンのゲームとしても結構なマイナーソフトになってしまっていたと思います。レナス2封印の使徒の駿河屋中古価格も58,100円と超高額系の1本です。こちらもそんなのあった勘のものは当時物なのだ。当時物のゲームたちは中古価格を知って慌ててハードケースに入れるのが多いです。最近はとりあえずみんな保護ケースとか保護フィルムに入れないとなぁと思いつつ、棚にあるソフトは4,000本くらいあるので、それだけサプライを買うならそのお金でゲームそのものを買いたいと思いつつ悩ましいです。ということで今回はスーパーファミコンの RPG 回想記第1弾でした。ではでは、今後もいろいろなゲームをこんな感じでご紹介していきますので、よろしければコメント、グッドボタン、チャンネル登録などなどお願いするのだ。